よっしゃ、オッケー。バンダイ SH フィギュアーツウルヴァリンゲーマーバースの紹介。このシリーズのスパイダーマン、予約したと勘違いして買いそびれるという失態を犯したんですが、今回のウルヴァリンは忘れず予約した。では開けていきましょう。よし、出てこいウルヴァリン。よし、ワイティティティラーと。よし、やっぱこれよ。タイガーコスウルビーなんだかんだ言ってね、安定のかっこよさはめっちゃかっこいい。よし、ではね、中身の方すべて取り出していく。はい、取り出しまして。では早速なんですけど、個人的に気になっていたサイズ比較からいきましょう。右にあるのがマーベルレジェンドのゲーマーバースウルヴァリン。左にあるのがフィギュアーツのゲーマーバースウルヴァリン。このマーベルレジェンドのゲーマーバースウルヴァリンは既存のウルビーよりかなりバルキーなフォルムなんですけど、それと比べてみてもフィギュアーツの方全く見劣りしませんね。なんならね、身長こそ劣るものの上半身に限って言えばバルクはフィギュアーツの方が上ですね。頭部を見てみましょう。どちらもデフォルトでついている食いしばり顔。とは言ってもね、マーベルレジェンドの方は食いしばり顔しかないんですけどね。いや、どちらも素晴らしい出来ですね。めっちゃかっこいい。マスクの黒いところ、耳と呼ばれている部分はマーベルレジェンドの方が大きい。フィギュアーツの方も程よい大きさでバランスが取れているように見える。どちらがいいかはこれは好みですね。上半身、タイガーストライプコスチュームの由来となっているこの黒い部分。ここはどちらも塗装で再現。横から見てみると、フィギュアーツの方が体に厚みがあるのがわかる。しかし、腕や拳はマーベルレジェンドの方が大きい。っていうかね、このフィギュアーツの方の腕毛の処理、これ何なんすかね。随分中途半端な塗装ですね。これは気になるな。アダマンチウムクロウ。見た目は個人的にはフィギュアーツの方が良さげ。この辺さすがフィギュアーツといったところ。しかしね、例の格闘ゲームを鑑みた場合、うねうね動くクロウのグラフィックに近いのはマーベルレジェンドの方か？下半身の筋量はマーベルレジェンドの方が上ですね。っていうかね、上半身以外は全体的にマーベルレジェンドの方がバルキーですね。どっちがいいかはね、これも完全に好みでしょう。どっちも素晴らしい出来。で、ブーツの羽、これはマーベルレジェンドの方が大きい。可動範囲、これもマーベルレジェンドと比べつつやっていきます。で、この黒ね、これポロポロ落ちるんで、ちょっとどけておきます。では改めて可動範囲。まずはフィギュアーツの方から頭部。上はここまで上がって、マーベルレジェンドはここまで上がりますね。これはマーベルレジェンドの方が上がるかな。で、うつむきはフィギュアーツはここまでで、マーベルレジェンドの方はここまでか。これはフィギュアーツの方がうつむけるか。で、ぐりぐり傾き取れて、マーベルレジェンドの方はこんな感じですね。これもフィギュアーツの方が自由度高いかな。上半身、まず肩及び腕。フィギュアーツの方、バタフライ機構がありまして、これぐらい動いて、マーベルレジェンドの方にもバタフライ機構あるんですけど、ここもフィギュアーツには可動域は劣るか。フィギュアーツはね、ここに関節軸があるので、この部分でもこのように動くんですよね。で、これを踏まえますと、腕はここまで上げれて、マーベルレジェンドはここまでしか上がらないんですね。で、ぐるりと一周回って二の腕バイセップスがあって、肘がここまで曲がり、マーベルレジェンドだと、ここまでですね。これもフィギュアーツの方がよく曲がるか。胴体、フィギュアーツの方、接続箇所は胸とお腹の腰の3箇所。っていうかね、その前にね、可動云々というより、
非常に緩い。こんな感じでプラプラ。これだけでね、俺このフィギュアレギュラーから外れます。本当にね、緩いのは萎えるんですよ。後ろへはここまでいけてよく動くんですけどね。マーベルレジェンドはここまでいけて比べるとこんな感じかな。で、前はフィギュアーツの方ここまでいけて、マーベルレジェンドはここまでいけるんですね。これはマーベルレジェンドの方が上か。で、ぐりぐりね、傾き取れて、マーベルレジェンドもこの辺はぐりぐり傾き取れるんで、同じぐらいの自由度か。下半身。これは比べる必要はなく、どちらもよく動きます。フィギュアーツの方、股関節に引き出し機構はなしで、前はこうで、後ろはこうで、ももにロールがあって、膝がここまでいけて、膝、マーベルレジェンドだとここまでで、これぐらいの差ですね。こんな感じかな。でブーツに可動は双方ともなしで、足首、後ろはこう、前はこうで、傾き取れて、つま先可動あるんですね。マーベルレジェンドにはつま先可動ありません。付属品いきましょう。まずこちらは交換用頭部の叫び顔。ウルヴァリン及びローガンにはもう必須パーツですね。めっちゃよくできている。でもね、欲を言わせていただければ、剣士が造形されていればなお良かったかな。こちらのパーツなんですけど、これはね、ハンドパーツのこの拳の部分、クローが取り外せるので、外した後に先ほどのパーツを取り付けてあげれば、クロー収納状態を再現できる。でもってハンドパーツ、このような表情のついた開き手が左右分付属。で、この開き手もこの部分が取り外せて、ちゃんとクローを取り付けることができるんですけど、このクローもね、握り手と開き手とで、ちょっとクローの開き具合が違うんですよね。これは地味に嬉しい。取り付けるとこうなります。実はこれかなり重要かつ貴重でしてね、マーベルレジェンドの話になるんですけど、クロー展開状態の開き手ほとんど付属しないんですよね、現時点の話。ちょっと前になんかのやつに付属していたような記憶ありますけど、まあ付属しない。現に俺山ほどマベレジェのウルビー所有していますが、クロー展開状態の開き手持っていませんもんね。で、何が重要ってね、コミック検索やカバーアートなど、開いた手からクローを生やしている描写多々あるんですよね。今ちょうど手元にあるわ。よいしょ。こちら、オールドマン・ローガンのカバーアートになるんですけど、ご覧の通りね、開いた手からクローを生やしてますよね。なので、この開き手は個人的にほんと嬉しい。そして最後に、このシリーズでおなじみ、ウルヴァリンの謎の必殺技、フェイタルクローのエフェクトが描かれた台紙が付属する。こういうのも地味に嬉しいですよね。ではサイズ比較いきましょう。まずはいつものやつ。フィギュアーツ、仮面ライダー真骨頂新1号と、マーベルレジェンド、アイアンスパイダーマンコミックバージョン。いろいろ比較していく前に、一体何センチぐらいあるんでしょうか。位置を合わせるとだいたい頭頂部で15センチぐらいですね。同シリーズ、フィギュアーツのゲーマーバースサイクロプスと並べてみよう。ウルヴァリンの大きさはこれで満足なんですけど、個人的にはもうちょっとサイクの方を大きくして欲しかったかな。コミック原作でもゲームでももうちょっと身長差あったと思いますもんね。マーベルレジェンドのサイクロプスと並べてみましょう。これでイメージに少し近づきましたよね。マーベルレジェンドにおいて、ウルヴァリンに最も使用されている素体と並べると、こんな感じですね。こちらは、ストームとの2パックのブラウンコスウルビー。では、他社のウルヴァリンたちと並べてみましょう。右がアメイジング山口、左がマフェックスのブラウンコスチューム。並べるとこんな感じで、自分ね、マフェックスのタイガーコスウルビー所有していないんですよね。
ウルヴァリンの中の人であるローガンと並べてみましょう。右にあるのがマーベルレジェンド、バイクセットのやつですね。左にあるのがメズコ112。こうやって並べてみると、ボリューム的にメズコといい感じですね。ではここから例のゲームにちなんでいろんなレジェンズと並べてみましょう。セイバートゥースとシルバーサムライ。いやね、改めて思う。ビクターマジでかっけえわ。ベノムとサノス。いや撮影してたらね、昔の記憶が蘇ってきて楽しすぎる。これがエモいってやつか？キャプテンアメリカとサイロック。フィギュアーツのゲーマーバースサイロック。予約できねえ。あれ買えるかな？ジャガーノートと並べるとこんな感じで、このサイズ感は素晴らしいですね。ゲーマーバースではないんですけど、オメガレッドとアイアンマンを並べてみるとこんな感じで、実はね、オメガレッドとウオーマシンのゲーマーバース2パック、あれまだ買えてないという真実。こちらもゲーマーバースではないんですけど、ケーブルと並べてみるとこんな感じで、いやね、ゲーマーバース以外の何者でもないっつーの。マキシマムハルクと並べるとこんな感じ。これもいいサイズ感。さあ、まだまだいきますよ。コロッサスとアイスマン。決めるぜ、ファーストボールスペシャル。ドクター・ドゥームとマグニート。ドクター・ドゥームのマントはすげ替えています。こうやって並べてみると、エリックに関しては、アメイジング山口の方がしっくりくるかもしれませんね。さあ、久々に取り出してきましたよ。トイビズ版のブラックハートですね。並べてみるとこんな感じ。ここからはマーベルレジェンド以外の面々と並べてみよう。左右にあるのはどちらもマフェックス。オロロマンローちゃんとレミールボー。さあ、並べて比べるのめっちゃ楽しいんですけど、疲れてきた。左右にあるのはストームアリーナですね。竜と剣。個人的に一番やり込んだマブカップ2の印象が抜けきらないんで、この2人も並べておきましょう。右にあるのがジャダトイズのガイル。左にあるのがストームアリーナのナッシュ。ジャダトイズの他のストリートファイター勢と並べてみましょう。はい、では終わります。今回も本当にありがとう。バイビー。